はい、どうも、岸田模型です。今回はこちら、長谷川マツダ RX7 SA22C の、初期型ですね。先日発売されましたので購入してきました。で、こちらのキットのプレビューをしたいと思います。長谷川さんですね。最近この昭和の国産車ですか、こういうよくキット出してますけども、このセブン、初代セブンですね。当然出るだろうと思ってたんですが、はい、ついに出ましたね。ということで、マツダファンなんで、購入してきました。で、こちらなんですけど、比較というか、もう古いキットなんで比較対象にならないとは思うんですが、こちら、タミヤのですね、このセブンですね、こちらを私持ってたんで、ちょっと比較してみようかなと思います。こちらは、中期型かなになりますね。なんで、ちょっと、テールライトとかそういうところが、この初期型とは違うんですけど、こっちも合わせて見てみようかなと思います。それでは、ご会長ということで、はい。はい、まずはボディを、ボディですね。よいしょ。はい、ボディ。モールは別になってますね。あとフロントのバンパーのところとリアのバンパーも別パーツという感じですね。はい。さすが新しいキットだけあって、モールドとか造形とかはすごいシャープな感じがします。ボディの成型色はご覧の通りこのグリーンですね。これは多分初代のイメージカラーだったのかなと思いますけど、はい、になってます。で、こちらがシャーシなど他のパーツですね。ホイールもすごいシャープな造形ですね。これ作るときはホイールはちょっと他のに変えようかなと思いますけど、あとバンパー、フロント周りとバンパーとかですね。でこれがモール、サイドモールとかですね。これは別パーツになっていると。で、これは排気管かなですね。はシート。でシートも緑のパーツになってますね。これが内装関係とシャーシかなとかです。ミラーもあれですね。輸出用のドアミラーもついてるんですね。多分後期型かなくらいから国内仕様もこのドアミラーにはなると思うんですが、内装はこれノーマルでもこんなむき出しだったんですかね。フロアってどうなんでしょうね。ちょっと分かりませんが。でこちらまたシャーシとシャーシ関係ですね。あとダッシュボードとリアシートかですね。はい。こちらもシャープなモールドです。新しい製品なんで当然ですよね。はい。これは、リアのサイド部分かなですね。サイド周りとマフラー、排気管と、ライトの、ヘッドライトのカバーですね。はい。これメッキパーツ。ライトとか、それ系ですね。
はい。あとは、これ、マツダのエンブレムとかもこう、メッキのパーツになってますね。タイヤ、タイヤも見てみましょう。まあ、タイヤもですね、これ作るときは、ちょっとちょいカスタムみたいな感じで作りたいんで、これは使わないかも。実際制作するときは使わないかもしれませんが。で、デカール。デカールはこのシートがこれはどうだったんでしょう。最上級グレードだけなんでしょうかね。オプションなのかな、ちょっとその辺もわかんないんですけど、こういう、タータンチェックの柄のシートもあるんで、それ用のデカールも入ってると。これは全部この柄のシートだったんでしょうか。ちょっとその辺わかんないんですけど、はい。もうこれはデカールで再現できるという感じになってますね。はい、あとは、これは、これはマスク用のシールですね。で、クリアパーツ。まあ、クリアパーツも透明度も申し分なくですね。あとライト関係かなですね。このように開閉式で制作できるということですね。はい。で、以上、長谷川のセブンだったんですが、こちらですね、タミヤの、これはいつ出たんでしょうね。まあ、だいぶ昔のキットなんですが、まあ、箱もだいぶ汚いですけど、まあ、こんな感じでモーターライズのキットですね。はい、こちらは中期型だと思うんで、このテールライトがこのワンテールですかになってて、ちょっとこの初期型とは違うんですよね。フロントバンパーとかもちょっと形状が違うんですが、まあ、こう見るとどうでしょう。まあ、こっちバンパーついてるんですごい長いように見えますが、まあ、サイズ的にはだいたい一緒なんのかな。まあ、幅はやっぱ広いですね。これはまあモーターライズにする都合とかもあったのかな。まあでも大体同じくらいなんでしょうかね。ちょっと幅は広いような感じがします。まあ、この通りですね。この電池を入れるスペースとかがあるという、まあ昔のやつなんでね。まあ内装とかもなんで、まあ最小限。まあでも、ダッシュボードとかはさすがタミヤですね。この昔の製品でもかっちりしているような感じです。こんな感じでモーターライズ用のなんかギアとかがついてますね。はい。まあ、これも全然いつ買ったかは覚えてないんですが、まあ、いずれですね、長谷川さんの方からもこの中期とあと後期のターボとかも出るとは思うんですけど、はい。まあそれが出たら、まあこちらはもうお役御免というかになるんですが、はい。これいつ買ったんですかね。ちょっと全然覚えてないんですけどね。これもなんかのタイミングでまあ制作するのかな、ちょっと分かりませんが古すぎてですね、ちょっと比較対象にはならないと思ったんですが、まあちょっと引っ張り出してきてみました。以上タミヤの成分ということであります。はい。こちらですね、来月ですか、12月かな、12月にデイトナ24時間のレースカーの方も出るということで、はい、そちらもちょっと楽しみだなと思います。オーバーフェンダー貼ったりしてる方ですね。で、この初代の RX7 SA221 は、イムサとか、まあ、ルマンとか、まあ、ラリーとかにも出てて、モータースポーツでも、まあ、非常に活躍した車でもありますので、まあ、そちらのバリエーションもですね、ちょっと期待したいなと思います。はい、それでは
今回はこの辺でということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。